なんかよくわかんないんだけど、頭痛がするから言わないでくれ。ごく自然にすり抜けた。なんだこりゃ。スキル確認中。思ってたより運搬改善をとってなかった。湯気サバチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。はい当チャンネル名物のうなり声スタートです。で、どうしたよ？いやー、ぼちぼちガラスの製造もしとこうかと思って、まとめを読んでたのだけれど。それで？ガラス工房がさ、液体ガラスを排出するらしいのよ。その温度が1700度。まさか、発電に使えないかと。蒸気タービンと絡めるのは良さそうだけど。問題はこんだけの熱量を安全に冷却できるかってことね。3度で実験しないとわからんやつだな、これ。すんげー危ない感じはあるんだけど。しかしガラスがないと宇宙空間の危険が危ないぞ。みんなが使ってるのだから、うちでも使えるとは思うけど、問題は絶対に面白い方向に全自動でハンドルが切られるという点だな。やりたくねえなー。そうもいかん。にょもめにゃにょむめにょも。なんだおい、人間の言葉を話せ。いやさ、今モッドのまとめをざっと見たんだけど、普通に熱吸収型の発電機があって、めちゃオーソドックスなやつじゃん。もうこれ公式で良くないかと思ってさ、熱からタービン回すってのは基本形だからな。開発としては熱問題の安易な解決策にしたくないんだろうけども。なるほど、もやるな。とはいえこいつを導入すると世界が変わりすぎる。導入してオンにして、3度で遊んでオフにしたら？今後の自由研究の候補にするわ。それが良いかもな。なんかよくわかんないんだけど、頭痛がするから言わないでくれ。そうもいかん。間欠泉が見つかりました。どうなってんだマジで。シードの公開が待たれるわね。このありさまですよ。なんで天然ガスが3つも出てるんだろう。そろそろ本気で怒られる。湯気サバ主の手も止まってるし、止まるだろこんなん。これで発電候補が増えてしまった。すぐ近くに蒸気噴出口もあるし、タービンと天然ガスを回せればおよそ1600ワットが確定か。タービンが回れば、な。しかし若干、危ない場所にあるわねこれ。前回の自由研究をやっておいてよかったよ。あれ知らなかったらバジのつぼみ植えて花保持案件だったわね。休眠を狙って真空抜きして、腐敗菌を根絶させるかな。高温で消毒できなかった？左上の環境で実験したけどすんげー時間がかかってたはず。まあ今なら宇宙っぽい配管もあるから、そっちも活用しつつ滅菌しましょう。頭痛い。やれやれ。塩素質に何を植えるかお悩み中。ファームリリーはもったいないから濃厚タイルを使うと良いよって教えていただきました。ありがとうございます。温度的にはピンチャペッパーかな。塩カズラと水草は野生で植えても温度で育たない気がする。ワンクッション挟まないとダメでしょうね。もう一部屋作る感じかな。でも何を植えるか決めないと汚染水の殺菌施設が建てられないぞ。スペース取るからねー。通過天然タイルをもっと残しておくべきだったな。後出しじゃんけんでしょ。一応、天然タイルの増やし方は動画で見ておいたので、作れはすると思うのですけど。あれをやるとズルズルどこまでも行きそうな気がするのよね。無限圧縮とかやり出すとこの1年半の苦労が無意味になりそう。邪道だって意味ではないですよ。うちの方針上、グレーゾーンかなというだけです。そろそろ縛りも明確にした方が良いかもな。ホワイトボードに書いておくわ。わかめは増える一方です。誰か食べてください。季節柄、若竹煮とか美味しいですよ。錯乱している。今週の自由研究のコーナー、なんか始まった。さあ話題沸騰、大人気の投稿ナー、今週も行ってみましょう。嘘は良くないぞ。自分で褒めるしかないのよ。悲しい裏事情。で今回のお題は？前回の放送で華麗に登場した怪盗連隊員ですが、奴の行動は今でも謎である。その際に気になる挙動をしていたのよ。マスクをつけてスーツドッグを素通りした件だな。そう。あんなんよそで見たことなかった。ということで、脱着所の3系統を組み合わせてみた。意外と手の込んだ用意をしてんな。地味に面倒くさかった。そらそうだ。で、これらの各系統の左側に掘削対象として銅を配置。優先度高めで指定を出してみる。普通に考えればその先のチェックで通れないから、到達不能のグレーアウトになるよな。しかし前例があるわけよ。怪盗の影響がこんなとこにまで。とんでもないものを盗んでいったな連隊員は。さてどうなるか。来た来た。ごく自然にすり抜けた。なんだこりゃ。また来た。またすり抜けた。これはあれか、手前のチェックを通過したらその奥は無視すんのかな？そう思わないとわけわからん。そんな特性、どっかに明記されてた？見たことねえな。ジェットスーツも同様かな？思いっきりすり抜けたぞ。
その後、6通り試しましたが全て同様の結果でした。どう考えればよいんだこれ。スーツの脱ぎ捨てを許可したら着替えるのかも。やってみっか。じゃちょっと用意するわ。手前のチェックのスーツ脱ぎ捨てを許可してみた。奥は禁止のままです。さあどうよ。挙動が変わらねえ。どういうこっちゃ。またしても結論から言いますけど、隊員が出られなくなっただけでした。チェックは数段階用意しても、最初のやつを通過したらあとは完全無視ってことなんかな。挙動を見るとそうなるわね。使えそうな、使えなさそうな。これやっちゃうとさ、経路を間違えてると酸素マスクで宇宙に飛び出すんじゃないの？ありえる。大変にありえる。ガラス工房発電のバージョン1です。これだと水がタプタプすぎてタービンが回りませんでした。でこれがバージョン2。一応、回らないこともないかなという印象。ただ、毎回隊員の手作業だから、どうかなっつう疑問は残るわ。夜になるたびに温度が下がるしな。単体での運用はダメかもわからんね。だの何か、熱源を維持できて自動で動くやつが良いな。オリプレはプラが溶けるしねと思いになったにして発電したろか。蒸気タービンが止まるっつうの。それもそうか。元、海洋バイオームの床張り中。これが終わればここに発電機を設置だな。水素発電、何機でやろうかね。ロドリンのサイズ次第だな。一応、バイオームを丸ごと確保したのは拡張可能にするためです。他の発電システムも突っ込むかもわからんし。スキル確認中。思ってたより運搬改善を取ってなかった。マックスとエイダが共に0。ハロルドが1だけ取得してた。エイダとハロルドはまあ良いとして、マックスは第一世代だからないとまずいのでは？しかしマルチタレントだからな。マックス隊員は、これ以上、やれることを増やすのもどうかと思うが。現状でかなり過労気味だもんね。才能の塊だったとはな。初期のボンクラぶりは猫かぶってたわね、あいつ。作詞だったか。マリサさん、相談なんだけど。珍しいな、どうした？元、海洋バイオームの隣にロドリンを突っ込めないかしら？やれなくはないだろうけど。なんでよ？塩水が少し溜まってるじゃん。あれを今見えてるダイヤモンドを掘り抜いた地点に排水したくて。そうすれば排水後はその配管が原油に使えるな。そう、手間を減らしたくて。ロドリンだってすぐ隣にあれば配管を引き回す手間がない。酸素もそのままドックに突っ込めるしな。よし、採用、その方向で進めよう。よっしゃ、これで時間が短縮できる。一応、タイムは今後も意識した方が良いな。ぐだると見てても飽きるからね。オキシ一本でここまで引っ張ってるのはうちくらいだろうし。引っ張ってるというよりは、難航してるだけなんだけど。悲しい現実。しかし酸素がない。ようやくタイトル通りの内容になってきたか。作業効率が悪いわ。とはいえ引っ張ってはこれないぞ。ロドリンを作ってもあちあち酸素をダバーはできないし。配管を引っ張るか、それしかないよな。そう思うわ。酸素は余ってるんだっけ？確かそのはず。あちこちで配管を詰まらせてるから。鼓膜も破れ放題と。まあ今まで酸素の供給なしでやってたのがおかしいんだよな。ここのエリアはその辺を無視して排気にのみ全振りしてあるからね。おかげで二酸化炭素さえも 100g 単位でしか存在してないし。粛々とした展開にならないわね。まあドタバタ実況だからな。さてここからが難題ね。スーツの経路がループしてしまう。扉で活動領域を分けないと。先回りしてやっておけばよかったんだが、まあ後の祭りだな。身近な課題が多いからね、しゃあないでしょ。やることだらけだ。じゃバックログに思いを馳せつつ、締めようか。はいよ。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。